皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、在韓米軍の費用負担について交渉が再開されるというニュースを取り上げていきます。現在トランプ大統領はムン・ジェイン大統領に対して費用負担を5倍に引き上げるという要求を突きつけています。この5倍という要求に対してムン・ジェイン大統領は素直に言うことが聞かず、なんとかこの要求を引き下げようと時間稼ぎに苦心しているところです。このため今のところこの金額で折り合いがつかず、両者の話し合いはうまくいっていません。前回の話し合いにおいては、このままでは拉致が開かないとして、アメリカ側の代表が交渉の席を途中で立つといったような前代未聞の行動に出ています。そして交渉が決裂したその後には、在韓米軍が撤退するならばこうなるぞという情報がマスコミに流れるといった事態が起こりました。こうした激しい外交戦が繰り広げられている中、次回の交渉の席はアメリカに変わります。アメリカとしては今度こそ自分たちの要求を飲ませようとおそらくアメリカに呼び出したという形でしょう。しかしムン・ジェイン大統領側としてはこのままではアメリカに押し込まれたまま言うことを聞かされるというような非常に不名誉な形となり、支持率にも悪影響を及ぼすでしょう。そのためムン・ジェイン大統領はあることを国内においては進めています。それでは交渉再開のニュースとともに、ムン・ジェイン大統領がどのようなことを国内で進めているのかというのがわかるニュースについてお聞きください。在韓米軍の駐留経費交渉。来月3日から4日にワシントンで4回目協議。米国とアメリカは2020年の在韓米軍駐留経費の米国側負担を決める4回目の協議を来月3日から4日にアメリカ・ワシントンで開催する。米国外交部が29日発表した。18から19日にソウルで開催された3回目の協議は立場の隔たりを埋めることができず、19日午後5時までの予定だった協議は午前中に終了した。アメリカが協議の終了を求めたとされる。韓米は駐留経費負担に関する特別協定 SMA を締結し、米国人労働者の人件費など在韓米軍維持費用の一部を米国が負担しているが、原告の SMA は来月31日に満了を迎えるにもかかわらず、これまでの協議では進展が見られなかった。そのため今回の協議では踏み込んだ議論が行われる見通しだ。アメリカは米国が富裕国になったことを理由に大幅な負担増を要求するものとみられる。アメリカは米国の20年の負担額として今年の5倍を上回る50億ドル、約5477億円に迫る金額を要求している。4回目の協議で立場の隔たりをどの程度埋めることができるか注目される。外交部は、政府は現行の協定の枠組みの範囲内で合理的な水準の公平な負担をするという基本立場のもと、我慢強くアメリカ側と緊密に協議するとし、韓米同盟と合同防衛体制を強化する方向で協議が進行されることを期待すると説明した。アメリカは金がなければ在韓米軍を削減すればいい。空軍だけ残して地上軍はすべて撤収してもよい。ムン・ジョンイン、在韓米軍を5000人減らしても北朝鮮に対する抑止力に変わりはない。最近外交関係者などの間で話題となっている在韓米軍削減説について、米国大統領府のムン・ジョンイン統一外交安保補佐官が5000から6000人削減されても韓米同盟の基本的な枠や北朝鮮に対する軍事的抑止力に大きな変化があるとは思わない。米国政府はもっと気を楽にしてアメリカと交渉できるはずだなどと発言した。ムン・ジョンイン補佐官は今月25日にある番組に出演し、現在在韓米軍は2万7000人、実際は2万8500人ほどだと思うが、これを2万2000人以下に減らすにはアメリカ議会による事前の承認が必要だ。そのため実際にトランプ大統領が減らせる兵力は5000人ほどだと指摘した。ただその一方で、トランプ大統領が防衛費分担金を理由に在韓米軍を一方的に削減し、同盟関係を揺るがすのであれば、米国国民も黙ってはいないだろう。韓米同盟は非常に困難な状況に追い込まれるはずだとも予想した。最近外交関係者の間では、トランプ大統領が米国の防衛費分担金を従来の5倍レベルに引き上げるため、在韓米軍削減のカードを使うかもしれないとの見方が語られている。ノムヒョン財団のユ・シミン理事長も26日にある YouTube 番組に出演し、アメリカが防衛費分担金の増額を要求している問題について、
1人当たり2億ウォン、約1900万円で傭兵を雇うということになるが、これでは同盟ではないとした上で、アメリカに金がないのなら在韓米軍の規模を減らせばよい。象徴的に空軍だけを少しばかり残しておけば、地上軍は全員が撤収しても問題ないと主張した。ムン・ジョンイン補佐官は26日、徴用被害者への賠償問題について東京新聞とのインタビューに応じ、警国国会のムン・ヒサン議長が提案した1+1+α1は、原告側も日本側も受け入れ可能な最も合理的な選択肢だと述べた。これまで在韓米軍費用の交渉というものは、警国で行われてきました。しかし今度の舞台はアメリカです。アメリカは今回の交渉をもって交渉を妥結しようと考えているはずです。一方で交渉で完全に押し込まれているムン・ジェイン大統領としてはこの交渉をなんとか長引かせて金額を引き下げようと企んでいるでしょう。また外交的に押し込められている状況は非常に見ていても見にくいものです。ですから国内向けに彼が繰り広げている政策というのが反米キャンペーンです。我々はアメリカによる不条理な要求を突きつけられている。皆さんもこのような不条理な要求に対して怒りを持つべきだというわけです。その怒りを持って国民の心を統一して自分たちが外交的に押し込められている現実から目をそらし反米意識を高めようというわけです。その先兵として使われているのが今回登場したムン・ジョンイン氏です。このムン・ジョンイン氏はムン大統領にとって側近のうちの一人と言われています。そして彼の思想は非常にはっきりしています。それは反米です。彼は在韓米軍の不要論というものを訴えており、同時に核武装論についても言及しています。米軍なんかいなくても問題ない。我々は核兵器で武装すれば全く問題なくやっていけるんだというような持論を展開する人物です。そのような人物が今回非常に重用されているのは何といっても国民の意識を高めるためです。彼が高める意識というのは当然のようにして反米意識です。アメリカによる不条理な行動に対して我々は一致団結して立ち向かおうというわけです。ムン・ジョンイン氏は米韓同盟を基本的には軽視している人です。ですから少々在韓米軍が減ったぐらいで全く問題ないというふうな話をしてしまいます。また彼のような反米意識を高めるような発言をしている人に同調する人も現れて、在韓米軍が減ったって全く問題ない。我が国はやっていけるんだということが記事になるようになってきました。確かに在韓米軍が完全な撤退することは不可能です。これはアメリカの国内法によって削減枠というものが決められており、それ以下にすることはそもそもできないのです。ですから在韓米軍を完全に撤収しようと思えば、アメリカの国内法からまず改定する必要があるため、今回の交渉でたとえ決裂したとしても、在韓米軍を減らせるのはあくまでも一部に過ぎません。ですが、ムン・ジェイン大統領の気としているものは、そうした一部撤退の影響を非常に小さく国民に知らせていることです。戦力として確かに少々減ったところで問題ないという彼らの意見は、実際のところ確かにそうです。特に北朝鮮に対しての戦力ということを考えた場合、兵力を減らしたとしても十分に北朝鮮を圧倒するだけの戦力があります。そもそも北朝鮮の軍隊というのは、旧式の装備が主であり、このような時代遅れの軍隊がまともな戦いをすることはできないのです。ですから何が問題かといえば、在韓米軍が撤退する米韓同盟が破綻に向かっているというこの政治的な意味を全く国民に知らせていないことです。米韓同盟の破綻が一体何をもたらすのかといえば、それは警国の経済を完全に破壊する可能性があるということです。例えば私たちは日本にいます。そして日韓関係のことを考えたときに、お隣の国との関係は一体どのようにして担保しているかといえば、それはアメリカ側の陣営と同じところにいるから仲良くしなければならないというある程度の強制力が働いています。しかし一方で、あの国がアメリカと対立するようになったらどうでしょうか。あの国と仲良くする理由が一体どこにあるのでしょうか。同じ陣営にいるからある程度仲良くしなければならないというような強制力が働くのに対して、陣営が違うのであれば対処の仕方というものは全く変わるのです。また当然のようにアメリカもあの国に対する態度というものを非常に変えるでしょう。
外交関係が破綻した場合、その影響というものは外交だけにはとどまることは決してありません。必ず経済的な影響も受けますし、軍事的な影響も受けます。それらが複合してもたらされるのは、まさに災難とも言えるような状況です。これまで当然と思われていたような友好的な関係というものがなくなってしまえば、経済的な優遇はなくなるのは当然ですし、そうした状況を見て民間企業が、この国では危険だなというふうに考えれば、そこから資本を脱出させるというのは当然の出来事になります。そうした国際情勢の変化によって民間企業が一体どのような行動をするのかというところまでしっかり考えなければ国家運営はうまくはいきません。しかしムン・ジェイン大統領が現在進めているのは、まず目先にある来年行われる議会選挙に向けて自分の支持をいかにして取り付けるかといったところに執着しています。アメリカから無茶な要求を突きつけられている。このような状況にあって我々はいじめられているんだ。反日と同じようにして反米意識を持って私たち民族は一体となってムン・ジェイン大統領を支持してくださいといったような国内向けのアピールが強く行われている状況です。今回登場したムン・ジョイン氏というのはムン・ジェイン大統領のまさに反米意識を煽り、民族意識を高めて自分自身の支持率向上につなげようという非常に国内向けの政策の動きと言えるでしょう。それにしてもあの国ではムン・ジェイン大統領にしてもムン・ヒサン国会議長にしてもムン・ジョイン氏にしてもこのムン氏というのが非常に目立つようになりました。そして彼ら3人の共通している点は常に国内政治だけを非常に見ていて国外、国際的な情勢についての行動というものが非常に不合理なことです。彼らのような人物が国家運営に携わることによって多くの国民に不幸がもたらされると私は考えています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントをよろしくお願いします。それではチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。SNS への拡散も大歓迎です。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。